こんにちは。たまおです。お久しぶりです。たまお、ちょっと忙しくて、だいぶ動画の更新してなかったんですけれど、今日は久しぶりに撮影をしています。早速なんですけれど、たまおこんなの買っちゃいました。ASUS の ROG エイライ。持ち運べるミニゲーム PC になると思います。で、こちらなんですが、ハードディスクの容量が 500GB なんですよね。で、ちょっと物足りないかなということで、1TB の SSD 購入しました。まずはこちらの 1TB に容量アップをして使いたいと思います。早速開けていきます。開きました。裏蓋にはスタンドが入っています。パソコン本体に充電器、保証書などが入っています。電源はまだ入れずに、このまま裏蓋を開けて SSD を交換したいと思うんですけれど、裏蓋を開けちゃうと保証が切れちゃうと思うので、真似される方は気をつけてください。ビスが5本入っているので外していきます。外れました。もうそのままパカッと割るだけですね。開けたところがこちらです。まず開けたらやるべきは、これがバッテリーになるんですけれど、このバッテリーケーブル抜きましょう。じゃないとショートして危ないです。で、ここに SSD が入っています。SSD はマイクロンの 512GB が入っていますね。ハマオが用意したのがこちらです。ウエスタンデジタルの SN740。これの 1TB になります。外れました。この空の SSD を挿して、BIOS を起動して、Wi-Fi につなげば、クラウドから自動的に OS などをダウンロードできるんですけれど、タマオが用意したのがこちらです。M.2 SSD のクローンの機械。こちらを使って SSD のクローンを作りたいと思います。1番に元々の SD を挿して、2番に空を挿します。電源を入れて5秒間長押しします。開始しました。で、ちょっと待ちます。ランプが全部点灯して終わりました。かかった時間は後で動画編集で確認したいと思います。取り付けて充電コネクターを挿しました。電源を入れます。オン。来ました。FF ベンチを回しました。標準画質で普通判定です。ポータブル機で普通判定、結構十分なスペックかなと多毛的には思います。CPU の温度はアイドルで47度です。マックスは95度まで上がっています。あと SSD の温度は54度になっていますね。動画はここで切れちゃったんですけれど、この後数秒で SSD の温度が75度まで上がりました。SSD にはヒートシンクがついていないので、かなり高温になりました。こちらを買ってみました。iNEX のナノダイヤモンドグリス DX2。非導電性のグリスで、熱伝導率が 17W パーメーターケルビンということで、非導電性のグリスでは、だいぶ熱伝導率のいいものを買ってみました。Amazon のレビューもそんなに出ていなくて、性能がどのくらいなのかちょっと気になったので、買ってみました。もう一つはこちらも買ってみました。M.2 SSD の銅のヒートシンクです。Steam Deck 用に売ってたんですけれど、これに交換して SSD がどれぐらい温度が下がるかも見てみたいと思います。弾をですね、ROG エライ直せるようになりたいなと思っていて、せっかく今回分解するので、基板のチップの型番だったり、各種の抵抗値、電圧値も一緒に見れたらなと思っているので、できるとこまで今日は点検してみたいと思います。ビス4本でバッテリーが取れました。片側4本のビスでジョイスティックが外れました。
ヒートシンクが外れました。USB を挿したので、この状態で基本電圧を見ていきます。こちらのコイルが 5.1V。ここのコイルが 1.8V。ここは 3.3V。ここのダイオードは 20V ですね。このあたりの大きいコンデンサー全部 20V です。電圧が測れるのはこの3つのコイルぐらいですね。5V、1.8V、3.3V。これが基本電圧になるみたいですね。ここに 24512A って書いてるんですけれど、このチップは 3.3V、3.3V、0V で、ここも 3.3V です。3.3、3.3、0、3.3。上は全部 0V です。電圧を測るのはこれぐらいかなと思います。あとは基板を取り外していきます。取れました。顕微鏡で見ていきます。上部のスイッチは、このプラスのネジで固定されているだけで、これで交換ができそうですね。これが Wi-Fi チップです。こちらのチップは 24512A って書いてます。FET は K4GUE って書いてますね。このコントローラーは B3FHC。これは 1285A でしょうか。これは BCLFCA って書いてます。メモリはマイクロンの 3FB47、D8BCW って書いてます。CPU は Ryzen の Z1 Extreme ですね。CPU 電源の MOS は MPSR02 です。下には M86949 って書いてます。コントローラーは MPS2224。下には MP2845A と書いてます。こちらの MOS は E180AJ なんですかね。こちらのコントローラーは 9241H って書いてますね。下には W228HN って書いてます。こんなところですかね。表面はこんな感じです。続いて裏面です。こちらにもチップがあります。こちらも E180AJ が使われています。こちらは E120AT ですね。GL9755 になってます。これ、BIOS チップですね。WinBond74M25JWE19 が使われています。UP90309 が使われています。背面のスイッチは、ハンダ付けです。最後に各コイルの抵抗値見てみます。CPU 電源上から3つは 3.5 オームです。ここだけ 5.5 オームになっています。このコイルは107キロオーム。このコイルは 1.2 キロオームですね。ここのコイルは 3.1 キロオーム。このコイルは5キロオーム。こちらは 0.5 キロオーム。一番下のコイルは17オーム。一番大きなコイルは7キロオームです。メモリの左側にあるコンデンサーは17オーム。全部17オームです。こんなところですかね。このぐらいが分かれば大体は直せるのかなって思います。では、清掃してグリスを交換して組んでいきます。組み上がりました。続いてヒートシンクつけていきます。ヒートシンクも無事取り付けました。起動して確認していきます。
ということで、CPU の温度は96度でほぼ変わらずです。SSD の温度は今ちょうど温度が上がって60度になりました。SSD に関しては15度温度がマイナスになったようなので、SSD にヒートシンクをつけるのはかなりおすすめなのではないかと思いました。弾をですね、また修理動画ぼちぼちやっていきたいなと思っています。のんびり配信ですが、これからもよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。